ちは。やっかもちです。5月に発売された 4K モニター、モビウズ EX321UX を電球ジャパン様に提供してもらいました。レビュー用にね。早速本題ですが見てください。どちらが EX321UX か、お分かりでしょうか。右がごく普通のゲーミングモニター。左がモビウズ EX321UX です。どちらも液晶パネルのモニターにもかかわらず EX321UX だと不思議と黒いエリアが真っ黒に見えます。おそらくモニターオタク界隈では知られていますが一般人にとってはまだ物珍しい技術。ミニ LED バックライトを搭載しているからです。簡単に説明します。普通の液晶パネルは画面を光らせるために大きな1枚の LED バックライトを搭載します。しかし、この方法だと黒い部分もまとめて光らせてしまい黒が灰色に見える原因でした。専門用語でコントラスト比が低いと言います。一方、今回のミニ LED バックライトは小さな LED バックライトを細かく大量に敷き詰めて配置します。黒い部分はバックライトを無点灯。明るい部分はバックライトを点灯。という具合に役割分担させて、コントラスト比を改善します。EX321UX は1152分割のとても細かいミニ LED バックライトです。どうして LED を細かく分けるなんて回りくどいことをするの？コントラスト比を稼ぎたいなら OLED を使えばいいじゃない？鋭い指摘です。論より証拠、実際に2台投げてみてください。右が最新世代の OLED パネル。左がミニ LED 搭載の EX321UX。もう分かったと思います。OLED パネル最大の弱点は画面の明るさです。明るくするほど発熱が増えてしまって故障や焼き付きの危険性が高くなるので、明るさをわざと制限してリスクを抑えます。一方ミニ LED に明るさの問題はほとんどありません。マトリックス補正済みのキャリブレーターで測定したところ EX321UX は一貫して1000ニット超えの明るさでしたが OLED パネルは250ニット程度まで落ち込みます。今時の安物液晶ですら400ニットはザラに出るのに OLED は最新世代ですら250ニット程度です。EX321UX はその圧倒的な明るさにより、ディスプレイ HDR 線規格に合格しています。電球が OLED じゃなくわざわざミニ LED を使ったのは高品質な HDR 性能を得るためです。ちなみに HDR 規格は色の鮮やかさも試験項目に入ってるので、当然ながら EX321UX は量子ドット搭載。測定したところ、sRGB と DCI-P3 は当たり前のように 100%、Adobe RGB もほぼ 100% で、HDR 規格の REC2020 で 89% をカバーしています。REC2020 カバー率を他のモニターと比較すると EX321UX が歴代最高の数値を叩き出していました。量子ドット OLED パネルよりさらに鮮やかな部類です。では定番の HDR 映像を見てみましょう。AK モロッコはヤコブさんが制作した高品質な HDR 映像なので、HDR 線モニターの評価に適切です。並べてみればもうわかると思いますが、AK モロッコは明るい情報が収録されているため OLED だと明るさ不足で映像の持つ情報を正確に反映できません。公平性の観点から LG OLED 映像も見てみましょう。OLED を宣伝するために制作された映像なので、暗い部分が多いシーンで若干ミニ LED が不利な結果になってしまいます。EX321UX では微妙な白浮きを防ぐために、モニター側で黒い部分を切り落とす処理をしているのですがそれでも限界はあるようです。ゲーミングモニターだから実際にゲームも動かしてみましょう。やかもちがよくプレイする原神を NVIDIA RTX HDR を使って HDR に変換しながらプレイしました。とにかく明るくてリアリティのある映像体験にかなり近づいた印象です。例えばスメール砂漠がいい例で、日中の砂漠の日照りは信じられないほど眩しいはずで、OLED の250ニット程度の明るさで再現できるわけないです。結局のところミニ LED は HDR の再現性能に特化したパネルと評価でき、もしモニターの中の世界が実在していたらこんな風に見えるんだろうなぁを再現できる技術の一つです。もう一つの技術はマイクロ LED ですがまだまだ一般人が買える値段にはなっていないので、ミニ LED が現状の妥協案でしょう。サイバーな雰囲気で明暗さが激しいクジラ線も素晴らしい体験ができました。エフェクトがビカビカと光って鳥肌が立ちますし、やはり高輝度を得意とするミニ LED で見る HDR はたまらないです。この眩しい一歩手前レベルの明るさに慣れてしまうと、OLED に戻った時気持ちがシュンと落ち込みます。自腹で6台の OLED モニターを買ったものの、EX321UX や中華ミニ LED モニターを超える充足感を与えてくれませんでした。
ここまで EX321UX の良いところを中心に解説しましたが、当然ながらミニ LED にも弱点がいくつかあります。それが応答速度、入力遅延、リフレッシュレートの3点。1秒間に240万回の周期で応答速度を測定したところ、EX321UX は 2.9 ミリ秒でした。いやいや十分速いでしょうと思いますか？確かに他の 4K モニターと比較すれば全然速いし、とある中華モニターより2倍以上も速いです。ですが OLED は 0.1 ミリから 0.3 ミリ秒の異次元です。そこに240から 360Hz の高リフレッシュレートが組み合わさり、モーションの鮮明さは到底勝てません。入力遅延もやや問題がありまして、ミニ LED バックライトを使うとめちゃくちゃ伸びてしまいます。普通に原神みたいなゲームをプレイしていて遅延に気づく可能性は限りなくゼロに近いですが、e スポーツガチ勢にとっては見過ごせない弱点でしょう。だから用途によってどちらがいいかは人それぞれ。どちらが最強かを決めたがる人は割といる印象ですが残念ながらあらゆる用途で無敵の技術は未だ存在せず、用途に合わせて選ぶしかないのが現実です。やかもちは普通に映像美に飽きたから HDR にハマっていて、HDR に特化したパネルが EX321UX のようなミニ LED モデルというわけ。ただ EX321UX はミニ LED モニターにしては突出して応答速度が速いモニターです。平均 2.9 ミリ秒のミニ LED なんて見たことがないし、過去レビューしてきた32インチ型の 4K モニターとして見ても前例のない最速記録です。カジュアルに FPS ゲームする程度なら十分に対応できる性能を備えています。それに EX321UX はベンキューが作ったモビウズブランドだから、ご存知の通り親切で使いやすい数多くのゲーム機能を搭載します。鮮やかさを調整するカラーバイブランスを使えば自分にとってちょうどいい具合に映像の鮮やかさを調整できます。しかも HDR モードでも使えます。便利すぎ。HDR モードだと色をいじれないモニターが圧倒的に多いので、EX321UX の自由に調整できる HDR モードは割とすごいです。暗いところを明るく補正するライトチューナーもあります。いろいろなメーカーが似たような機能を作っていますが、やかもちが今まで見た中でライトチューナーはトップクラスの完成度な上に20段階で細かく調整できるのも親切で助かります。もちろん HDR モードでも使えます。HDR にしたら画面が暗くなりすぎる変なゲームに対して、ライトチューナーが猛威を振るってます。もっとピンポイントに暗い部分を補正するシャドウフェイズもあります。EX321UX で初めて実装されたベンキュー最新の暗所補正機能です。もちろん HDR モードでも使えます。ちなみに HDR モードでコントラストや画面の明るさも設定できます。明るさを下げて HDR600 相当なんてゲートもできるし、コントラストをいじって明るい雰囲気や暗い雰囲気に調整もできます。ほぼ同じ仕様で知られる中華メーカーの HDR 専モニターがありますが、こちらは HDR モードにすると機能が固定されて自由にいじれませんでした。色が好みに合わなかったりゲームが暗くなりすぎた時に不便する可能性があるので、EX321UX みたいに自由にいじれる HDR モードはとてもユーザーフレンドリーだと言わざるを得ないですね。HDR で使えるカラーモードは5つです。サイフアイ、リアリスティック、ファンタジー、シネマ、ディスプレイ HDR モードです。モードごとに明るさの制御が結構違うので、好みに合ったモードを使ってください。自分で選べるのがモビウズのいいところです。やかもちはシネマモードを HDR でも使ってます。黒がかなり黒色に見えるし明るさも安定しています。インターフェースも盛りだくさん。PS5 で 120Hz を出せる HDMI 2.1、HDMI から最大 7.1 チャンネルの音を出せるイヤーアーク、ケーブル1本でノーパソの充電と外部ディスプレイ化をこなす USB Type-C ポート。USB ポートは1つを除いて 5GBps のデータ転送と最大 7.5 から 4.5W の充電に対応してます。イヤホン端子はオーディオ機材でも使われる ESS Saber DAC を内蔵しているからゲーミングモニターのイヤホン端子にしては音質が優秀で、ゼンハイザー HD650 を鳴らせるほど出力もパワフルでした。3種類のサウンドプロファイルで音の味付けもできます。モビウズ上位モデルでおなじみのリモコンもついてます。使う人がいるかはちょっと自信がないけれど、ここについている大きな照度センサーを使った自動調光機能、EI プラス Gen 2で画面の明るさと色温度を自動で調整してくれます。フリッカーは 246.4 マイクロ秒でおよそ 4100Hz、F ラインランド認証で求められる 3000Hz 以上の基準に合格するフリッカーフリー動作です。
EX321UX はミニ LED 搭載の 4K ゲーミングモニターで最高のスペックを誇るモンスターマシンです。ミニ LED と量子ドットを入れて HDR 線認証を取るだけでは満足できなかったのか、HDR モード時に色や明るさをいじれる HDR 対応ゲーマー機能を載せてきました。スペックが近い中華 HDR 線モニターはそのあたりの親切さに欠けていて低評価を食らいやすいですが、EX321UX は驚異的に親切な機能がてんこ盛りだから大丈夫でしょう。HDR ゲーミングや HDR ストリーミングを楽しみたいビジュアル重視な方に EX321UX をおすすめできます。ただし1点問題がありました。値段です。連休による定価はおよそ26万円でポイント含めた実質でも 23.5 万円はします。とてもじゃないけどおいそれと買える値段とは思えなくて、強くおすすめはしづらいのが EX321UX の弱点です。幸いモビウズの上位モデルは割とセール価格になりやすいから、EX321UX もプライムデーのような大イベントならセール価格に期待できます。ユーザーフレンドリーかつ現時点でクラス最高の HDR 性能に興味がある方は、欲しいものリストに入れて待機がいいと思います。概要欄に EX321UX のリンクを入れておきます。もっと細かく他のライバル製品との比較が気になる人はブログ記事のリンクも貼っておくのでぜひ読んでみてください。ではこれにて、See you!